こんにちは、こんばんは、ホビドアです。今回の動画では2023年4月28日に発売された PC Steam 版スターウォーズジェダイサバイバーをプレイしたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。私が前作にあたるスターウォーズジェダイフォールンオーダーをプレイしたこともあるので、本レビュー動画ではそちらとの比較もしていきたいと思います。一部の最適化周りの項目以外の内容自体は他のコンシュマー機で発売中のものと同じはずなので、購入を検討されている方の参考になれば何よりです。また、本レビューで使用している映像は物語序盤のもののみとなっており、ネタバレに配慮しています。それではレビュー本編に入りましょう。ゲームの概要や詳しい説明は良かった点と悪かった点も含めて解説していきたいと思います。高評価を得たアクションアドベンチャースター・ウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダーの続編。前作から5年、主人公たちの新たな冒険が描かれる。先ほど言ったように、作中では前作から5年の月日が流れている。原作好きに分かりやすく言うと、映画シスの復讐から10年の月日が経過している。ゲーム開始時のスタート画面から前作のストーリーの概要を説明するムービーを視聴することが可能なので、前作を未プレイの方は見ておくといいだろう。ただし、あくまで概要になっている点に注意だ。かいつまんで断片的に前作の物語を見ることができる。主人公は前作から引き続き、オーダー66を生き延びたカルケスティスと相棒である BD1 となっており、彼ら以外の登場人物としては前作で仲間となったグリーズやメリンなども登場する。もちろん、スター・ウォーズシリーズからの有名なキャラクターたちも何人か登場するので、ファンは必見だ。本編はカルが帝国兵に連行されるシーンから物語が始まり、先が気になる展開になっている。余談だが、メインで登場するキャラクターたち以外にも遊びの要素があり、要所要所で登場する敵ドロイドなどがたまに少し抜けた会話をしていることもあるので、隠れて聞いてみるといいだろう。結構な割合で変なこと言っているドロイドが登場する。肝心のゲーム進行はストーリーを追いながら訪れた惑星で戦闘をしたり探索をしながら進めていくこととなる。詳しくは別の項目で解説するが、戦闘はソウルライクな要素をメインにしつつもライトセーバー戦やフォースなどのスター・ウォーズらしい要素を取り入れた戦闘を前作と同様に採用している。探索面では主人公の能力を生かしたアスレチックからフォースを利用したアクションパズルまで幅広く取り扱っている。成長要素に関しては技やフォース能力はチェックポイントで習得・強化が可能だ。能力に影響はないが、主人公の服装や相棒 BD1 のカスタマイズだけでなく、戦闘に使用するライトセーバーの外見やビームの色をカスタマイズする機能もあるので、オリジナルのライトセーバーを作ってみよう。本題に入る前に、本シリーズは全体的に難易度は高めに設定されているが、ゲーム開始時やメニューから難易度を変更することが可能だ。ストーリーを楽しみたいがアクションが苦手という方でも心配する必要はない。アクションが苦手であれば他の作品でいうところのイージーに当たる難易度、ストーリーモードを選択しよう。それでは本題に入ろう。主人公であるカルは前作で様々試練を経て成長し、パダワンから真の意味でのジェダイとなった。そんな彼は前作で習得したほとんどのフォース能力や技を引き継いでおり、それらを今作の序盤から発揮することが可能となっている。もちろん強力すぎる技は最初は使えないし、能力のいくつかは今作向けに調整されている。戦闘では引き続きガードやパリー、回避が重要となるソウルライクな作品から影響を受けた調整が入っている。それらのアクションに本シリーズの特徴であるフォースを絡めた戦闘は相変わらず自由度が高くスリリングだ。敵の攻撃力は高めだし、戦闘によってはこちらの攻撃をガードまでしてくる。複数の敵に囲まれてしまうと圧倒的に不利になってしまったりと、相変わらずのハードな戦闘だ。だが挑戦的な戦闘であるからこそ攻略時の達成感も大きい。敵の攻撃を回避し、フォースで隙を作り、とどめを刺すといったジェダイらしい戦闘を楽しめる。特に今作では人型のボス戦が多く、主人公の能力をフルに発揮できる場面が多い。
ここまで解説した戦闘の仕組みが前作と全く同じかというとそうでもなく、前作からのアクションにプラスして今作では新たなアクションも追加された。厳密にはデュアルセーバーやダブルブレードセーバーなど前作にもその走りとなるものはあったのだが、今作では正式に新たにスタンスという概念が登場する。これは戦闘スタンス、武器や構えを変えて一撃特化にしたり手数特化型の構えに変えるというシステムだ。敵によって効果的なスタンスが異なっているので、前作のようにおまけに近い要素ではなくなっている。がっつり戦況を左右するので、状況ごとに切り替えながら使うといいだろう。スタンス自体はチェックポイントで2つまでショートカットに登録でき、いつでも切り替えが可能になる。普段使わないスタンスがあったり、使用しているスタンスでは対処しづらい敵が登場したとしても、基本的にはフォース能力で苦手なシチュエーションへの対処、弱点を補うことができ、戦闘面のバランスはよくできている。対複数戦や強力な個体などの状況に対応できるフォース能力もあるので、自分のプレイスタイルに合わせて習得、使用していこう。このスタンスの登場によって前作の後半ではマンネリ気味だった戦闘やあまり意味のないデュアルセーバーを使う理由ができた点は非常にありがたい。他の部分でもそうだが、しっかりと前作の問題点を克服し、より洗練されたアクション性になっている。アクションについて解説したが、ゲーム的な部分だけではなく、何よりもジェダイらしい動きができ、ファンにはたまらない。かくいう私もスター・ウォーズシリーズのファンなので、主人公のかっこいい動きに見とれてしまうこともある。これらのアクション、本シリーズではハードで達成感の高い戦闘面でのアクションが主に評価されがちだが、前作と同様に探索やパズルを解くためのアクションも面白い作りになっているので、次の項目で紹介しよう。探索面でも2段ジャンプや壁走りなどの様々なアクションを活用して広大なマップを探索することとなる。各所にはステータスを強化するアイテムが隠されており、探索は重要だ。探索においても前作で成長したカルの能力を遺憾なく発揮できる。探索ではマップにマーカーをつけることで行きたい場所や気になる場所を分かりやすくしてくれる機能もあるので積極的に使っていこう。パズル要素に関しては前作と同様に様々なものが用意されている。地形を利用したり、フォース能力の行使が必要となる本作独特のパズルが多く登場する。いわゆるゼルダライクなパズルも健在だ。ちなみにパズルのいくつかは初回到達時点では攻略できないような仕掛けもあるので、そういったパズルに出会ったのならまた後で戻ってみるといいだろう。チェックポイント間をいつでもファストトラベル可能なので心配する必要はない。チェックポイントを見つけたら忘れずに起動しておこう。すべてがそうというわけではないが、パズルの多くはアクションパズル寄りの作りになっている。仕組みとしては 3D ゼルダライクな作品で見るようなものも。前作と比べると流動的でゲームのテンポを阻害しない作りのパズルやアスレチックが多く登場し、物語を進めることで入手できる新しい能力もそれらのパズルを拡張するような仕組みになっている。新しく入手できる探索用の能力のほとんどは高速移動に利用できるため快適な移動を楽しめる。前作の問題点であった物語を進める上で登場するいくつかのゲームのテンポを阻害するパズル要素は極力削られている。誤解のないように言うが、ボリュームや要素自体が削られているわけではなく、テンポが阻害されないようにそういった思考が必要となるパズルはサイドや探索で登場するようになったということだ。ちなみに単純なパズルやアスレチック以外にもチャレンジ的な要素をクリアする必要のあるアクティビティも追加された。このような探索要素、サブクエスト、アクティビティの種類が前作よりも増えたため、今作のマップはより生き生きとしている。マップ自体も広くなり、高低差がはっきりと分かる作りになっているし、かなり立体的な場所も多い。このタイプの作品では探索をして発見する喜びや達成感が重要となるのだが、アクションが重要なアスレチック系の仕掛けだけでなく、パズル要素もあるので探索周りは贅沢な作りになっていると言えるだろう。別の項目で説明したように、主人公であるカルは成長をしており、前作の能力をほとんど引き継いでいる。
そのためか、前作の序盤のように極端に難しい戦闘は減り、よりプレイがしやすくなった。一部の敵以外には苦戦することはほとんどなくなった。ただ、いくつかの戦闘では主人公が強すぎると感じてしまうこともあり、やや調整が間違っているように感じられる場面も。あくまでノーマルに当たる難易度の話なので、簡単に感じられる方は少し難易度を上げてみるといいだろう。主人公がジェダイであることから強く見せたいのかもしれないが、ゲームとしてはもう少し調整をしてほしかったところだ。というのも集団戦などは相変わらず難しめで面白い作りになっている。その他にもサイドに登場するボスなどの調整はいい感じだ。また、これらの調整以外では前作でも問題であった不要な技が多い点も挙げられる。主人公はスキルポイントを消費することで新しい技やフォース能力を習得できるわけだが、フォース能力はともかく、セーバーを使用した技のほとんどは初期に習得しているもので十分だったりする。習得できるほとんどの技は意図的に使用しない限りは出番がない。この問題点は参考にしているであろう某ソウルライク作品でも同じ問題があるわけだが、こちらは改善されなかったようだ。様々な技があること自体はジェダイらしい動きをすることができ、スター・ウォーズ好き、ジェダイ好きにはたまらない。スター・ウォーズファンとしては最高なのだが、ゲーム面での評価としては、本作には正直必要のない技が多いことも事実なので、今回は指摘させてもらった。全体的に見ると演出や爽快感を出す場面、挑戦的にする場面の調整が難しいのだろう。こちらの項目は PC 版の話だ。コンシューマー機でも最適化不足があるとの話だが、私自身は確認をしていないので、そちらについては割愛させていただきます。では本題に。本レビュー動画投稿時点では特定の環境によっては FPS の低下やクラッシュが発生する。こちらに関しては開発元が Day1 パッチや追加のパッチを適用したことでだいぶ改善されているし、今後もパフォーマンス関連の改善パッチを公開すると発表されている。私は配信をしながらという特殊な環境でプレイしていたことは伝えておくとして、参考までに私の環境でのプレイ時には基本は 60fps 前後、場面や部分的に 30、60fps の間を上下するような形になっていた。ちなみに設定を中、高などにしても特に FPS の上下には影響が出なかったので、おそらく最適化不足による影響だと思われる。また Steam からのプレイでも EA のランチャーを立ち上げないとプレイできない点に関しては正直勘弁してほしい。全 Steam プレイヤーが思っていることだと思うが、 Steam で完結してくれ。前作であるスター・ウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダーの弱点であったやや単調なアクションやマンネリ気味な探索要素をしっかりと克服し、元から良かったところはそのまま引き継いでいる。細かいマップや UI なども改善された。スター・ウォーズゲーム作品のジェダイシミュレーターというジャンルが存在しているのならば、本作はそのジャンルで最高の作品と言えるだろう。前作が好き、あるいはスター・ウォーズファンならば、このレビューを見ていないで今すぐにでも購入してプレイするべきだ。ただし PC 版ユーザーは最適化周りの問題があるので注意だ。アクションや探索周りの完成度も高いので、ソウルライクやちょっとした 3D ゼルダライクパズルが好きな方にもおすすめだ。くどいようだが何よりもファンにおすすめだ。ぜひ今作をプレイして遠い昔、遥か彼方の銀河系で始まる主人公たちの冒険を体験しよう。今回のレビューは以上になります。いかがだったでしょうか？購入の参考になったのならいいのですが、今回紹介した作品の PC 版ストアページと文章版のレビュー記事を動画下記の概要欄に貼っているので、気になった方はチェックしてみてください。また本作に関してどう感じたかなど、ぜひコメントで教えてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ホビドアでした。